日本人と仕事をしていて、どうしてとか、日本人がわからないと思ったことがありませんか？日本人のマインドを理解すれば大丈夫です。ぜひいい関係を作ってビジネスで成功してください。こんにちは。今までのレッスンで配慮という言葉をよく聞きましたね。これが理解できると日本人との関係がとてもスムーズになります。今回はこの配慮について、配慮する場面、配慮の表現について勉強しましょう。先に簡単に文化背景について話しますが、日本は小さい島で他の国に比べると、昔はあまり外国から人がたくさん入ってきませんでした。それで、日本人は同じような考え方になって、あまり話さなくてもお互いに分かり合えるという文化ができました。つまり、日本人は相手のことを察するようになって、何も言わなくても、相手は自分のことを分かってくれると思う傾向があります。この考え方がお互いに配慮することになったんですね。では、配慮とは何でしょうか？それは、相手を大切に扱うということです。つまり、相手の状況や気持ちを考えて、それに合った対応をするということです。これが一番重要で、ビジネスがうまくできるかどうかが決まります。例えば会議で自分のアイデアだけを一方的に話すと、日本人は不快に感じます。今相手はどんな状況か、どんな条件なら興味を持つのか、というようなことも考えると信用が得られます。これで私の生徒も契約が取れました。次は配慮の仕方です。場面ごとに考えます。例えば、質問をする場面です。仕事で相談やわからないことがあるときに、先輩や上司に質問したいとき、まず、相手は今忙しいかどうか考えてください。自分は今すぐ質問したくても、相手に少し時間が作ってもらえそうなタイミングを待ってから質問した方がいいですね。自分より相手の状況を考えることが配慮です。相手がいつもより忙しくなさそうなタイミングが来たら、まず、質問があるのですが、今よろしいでしょうかと話しかけてください。どうして話しかけているのか、理由を説明することもスムーズなコミュニケーションになりますね。場面2、電話。電話は顔が見えないので、配慮はもっと大切になります。1、電話を受けた時の配慮として、相手を待たせないでください。これは相手にとって時間は大切であること。そして電話の料金は相手の会社が払うので無駄にしないようにしてください。2、皆さんが相手に電話をかけたときは、今相手が話せるかどうか必ず聞いてください。皆さんも相手が話す時間があるときの方がいいですよね。もし忙しいタイミングだったら、また相手の都合のいいタイミングを聞いてかけ直してください。今、お電話よろしいでしょうかと言って相手の状況を配慮し、〇〇の件でご連絡しましたと言って要件をわかりやすく伝えてください。3、電話で話すとき、短くまとめて話すことがとても重要です。忙しい相手が自分との時間を作ってくれているのですから大切にしたいですね。それで話のポイントについて簡単に話します。最後に紹介する場面3、帰るとき。仕事が終わる時間に帰りたいですよね。でも同僚や先輩がまだ仕事をしていたら、もちろんお先に失礼しますと言って帰宅してもいいんですが、もう一言。残業ですか？大変ですね。などと声をかければ、相手は大変なことを分かってくれているんだなと少し気持ちが楽になります。挨拶だけして帰るのではなく、相手の状況を察する一例ですね。いかがでしたか？いろいろな場面で相手に配慮していることが分かりましたね。
これからもいい関係を作って楽しくお仕事してください。次はいろいろな場面での敬語を勉強しましょう。ぜひチャンネル登録をして次のレッスンもご覧ください。ところで皆さん、日本語でお仕事をしていて困っていることなどありませんか？お悩みなど期間限定で無料で伺っています。www.araiacademy.com/yeswecan または下の概要欄のリンクからメッセージください。この動画を見てくださってどうもありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひいいねボタンとシェアをお願いします。励みになります。アライアカデミーオブジャパニーズスタディーズを応援してくださって本当にありがとうございます。